スポンサードバイタロー東京。はい、皆さんこんにちは、ときまるです。今日は服紹介します。久々に。すごいアイテムと出会ったんですよね。ミニマリストワードローブの本命と言ってもいいでしょう。で、これまで過去に、僕はT シャツを結構いろいろ紹介してきています。昔はずっと結構ファッション系の撮影とか仕事とかもしてたので、かなりいろんなね、T シャツとかを触れてきて、で、自分でもう買ってみてきてっていうのをずっと繰り返していて、で、もう最近はアウトドアブランド、よく山とか、あと走ったりするんで、そういうものに落ち着いていたんですけど、で、ちょうど最近寒くなってきたでしょう。で、服がね、ないんですよ。で、前回ね、去年まで使っていたスウェットシャツがあったんですけど、それがね、もうそれも3年ぐらい、もっと来たか。5年ぐらい来たのかな。5年ぐらい着たループウィーラーっていうね、これも結構ガチガチのスウェットメーカーのスウェットを着てたんですけど、それがちょうどもうなくなって、何もなくなった状態でね、今回、太郎東京さんからお話をいただいて、この動画を撮影しています。僕、いろんな、最近その案件のお話いただくんですけど、もうほとんど断ってるんですよ、正直なところ。というのも、こういうふうにミニマリズムのチャンネルっていうか、ミニマリストの発信をしているので、なんかそのミニマリストがさ、そういうこう、持たない生活を送っているのになんか、物買いましょうみたいなものを言うのって変じゃないですか。だから本当にその自分が納得するっていうものかな。自分が本当にこう使いたいものっていうか、そういうものしかこのチャンネルでは紹介しないっていうふうに決めていて、で、なかなかね、そういうものが来なかったんですけど、今回ようやくですね、素晴らしいアイテムにちょっと出会ったので、これをちょっとレビューしていきたいと思います。はい、簡単にね、ブランドの紹介をしながら、実際に商品のディティールを見たり、あとはちょっとサイズ感とか、他の自分が持ってるアイテムとの比較について話していきたいと思います。はい。まずね、太郎東京さん。これ最近できたブランドなんですけど、基本的に長く着られる服っていうものを訴求しているブランドです。で、もともと OEM をやっていた会社が立ち上げてるんですね。で、ディレクターは結構もともと長年、もう25年ぐらいずっと服作りをしてきた方とか、そういうメンバーが関わっていて服を作っていると。で、僕自身もその名前自体は知っていて、実は知り合いのモデルさんがね、このブランドの撮影とかちょっとやってたりして、で、名前自体は知ってたんですけど、自分で手に取ったことなくてね。で、今回初めてそのウェブサイトとかを見てみて、まずね、驚きました。一つ目。服作りにはかなりいろんなコストがかかるんですけど、このブランドはどこにどういうコストがかかっているのかっていうのを、すべて、明確に提示しています。EC サイトね、ご覧いただくとわかるんですけど、普通大体店舗費とか人件費とか、あとマーケティング費とか、いろんなものが中間コストがかかるんですよ。で、プラス原価。で、それが乗ったものを、こう販売しているような形なんですけど、ウェブでの販売にすることによって、その中間コストを削減して、で、そのマーケティング費用とかもね、削減しながら、実際にこのクオリティでこういうものなんだっていう感じ。びっくりするくらいのクオリティ、価格に対してってことですね。まずそれをね、感じますね。商品が到着してね、その到着した中にもね、そういうものが入っていて、紙が入っていて、梱包費ですね。実際梱包にいくらかかってるとか、そのブランドタグにいくらかかってる。で、そういうものを省くといくらになるかみたいなものがね、すべてこう明確に出ています。なので、かなり、そのいろんなものを削った、なんか思想がもうそもそもミニマルっていうかな。でもなんかその、会社に利益残らないから大丈夫かなっていうぐらい削ってる感じはするんですけど、長く服を着てもらうためにね、質の高いものを適正な価格で提供するっていうことを行っているブランドです。はい。素晴らしい取り組みだなと思いますね、本当に。で、アイテムも、T シャツからスウェットからニットから結構ベーシックなものが揃っていて、本当にワードローブとしては使いやすいなと思いますね。でもね、もう実際着てるんですけど、これ T シャツです。はい。で、ちょっとね、ディティールをね、見ていきたいと思います。T シャツと今回、このスウェット、はい。スウェットを紹介していきたいと思います。なんか僕、黒ばっかり結構着るんで、
なんかね、ちょっと久々にグレースウェット着てみたいなと思って、一時期グレーを着てた時期もあるんですけどね、そこから黒になってしばらく黒だったんで、ちょっと気分転換に、いいかなと思ってグレーを選んでます。はい。それではまずは T シャツからディテール見ていきましょう。はい、こちらが太郎スタンダード T2 です。2になります。で、おそらく初代があって、そちらのアップデート版っていう感じですね。で、カラーはオートミール。で、サイズは S を選んでいます。で、まずね、オーガニックコットンを使用していて、インド蝶々綿っていうものから、トルコ蝶々綿に変更されているということです。で、まずね、触って驚くのが、この肉厚さですね。で、結構分厚いんですよ。で、1枚でしっかり着れるようなものになってます。で、全然透けたりもしないし、で、この裏地の作りとか縫い目もかなりしっかりしていて、丁寧に作られている感じがしますね。で、一応こういう風にタグがついています。で、綿ですね。コットン 100%、リブ部分も 100% という感じです。で、このちょっとゴマ感のあるね、オートミールの T シャツ、ホワイトもいいと思うんですけどね。僕は結構好きですね、色。で、首の裏にはこのように、さりげないタグがついています。で、この首のね、リブ周りもかなりしっかりしていて、で、シルエットもボックス型なので、結構アメリカンベースな感じではあるんですけど、なんかね、袖のサイズとか、今っぽくて、ちょっとこうルーズな感じっていうのかな。そこが出ていて、結構好きなシルエットですね。裏面もこんなシンプルな感じになってます。はい、サイズ比較です。私がいつも着てるね、紹介してますよくね、ヒアネスのドライウール T シャツ。これを上に重ねてみてます。で、ドライウール T シャツはサイズが M です。で、太郎東京の方はS ですね。なので、ちょうど、S サイズでも、普通の T シャツのよりも若干オーバーサイズ目になってると。ただ絶妙なとこですね。この身幅なんかは、ほぼほぼ同じくらい。で、丈と袖がちょっと長いくらいかな。長いと言っても本当に、1センチあるかないか。で、多分ね、この僕のドライウール T の方は、もう結構縮んでるんですよね。もう1年ぐらい、1年以上着てるんで、だから多分新品だと、ちょうどこのドライウール T の M サイズが、太郎の S っていう感じじゃないかと思いますね。はい、続いて着用の様子を見ていきたいと思います。エクストリームミニマリストヨギ、身長170センチ、体重55キロ、独身男性です。T シャツサイズは S サイズになります。状態はノンウォッシュで出したばっかなのでちょっと折り目がついてますけども、ノンウォッシュでこれくらいのサイズ感になります。ジャストフィットですね。まるで自分のために作られたかのようなサイズ感になっています。外の光でトータルコーディネートを見てみましょう。本当にこの人はいつも同じ服しか着てないのですが、新たな色が加わりました。はい、続いてスウェットの方です。スウェットもですね、サイズ S でトップグレーというカラーですね。はい、全体こんな感じ。でね、本当にね、もう質感が良くて、もうもちもち感がすごいんですよ。生地の。で、手に取った瞬間に、なんかいいなってのがもうわかる、そういう質感をしています。で、和歌山県にある、伝統的な釣り編み機ですね。それを使って織られた生地を使っていて、で、それが、1時間に1メートルくらいしか織れないような、そういうものなんですよね。で、日本に多分台数がほとんどなくて、そういうよくガチガチのスウェットメーカーなんかは、そういう釣り編み機、専用のね、釣り編み機を使った生地を使用してるんですけど、ほとんど、なんていうかな、大手のブランドとかはね、そこまでこだわってないっていうか、そこまでの生地は使ってないんですよね。だからそのクラシックさっていうか、そういう生地感の、スウェットらしいクラシックさも、合わせ持ちながらも、ちょっと現代っぽいっていうのかな。首の、詰まり方とか、これ着てる時の動画の方がわかりやすいと思うんですけど、この首の詰まり方とかね、
結構この肩が、このショルダーがちょっとこう落ちてる感じとか、これも結構昔ながらのクラシックなもうちょっとこの縫い目がこの高い位置にあったりするんですけど、あえてショルダーを落として、ちょっとこう緩い感じを出してたりとか、本当に絶妙なんですよね。で、この袖の太さ、これも細すぎず太すぎずなんですよ。で、このね、リブのね、この手の部分のね、このリブもね、クラシックなスウェットだともうちょっと、これ長かったりするんですけど、それがね、ちょうどいい感じ。現代にリーシューされたっていう、されてる感じはする。そのあたりは。で、一応こういう控えめのね、タグがついています。可愛いですよね、書体も。で、ちょっとね、気になったのは、ここの部分ですね。このタグがね、割と大きいので、僕は、大体どの服でも、ここのタグ外すんですよね、自分で。切って。だからもしかしたらこれは、外すかもしれないです。後で。それくらいかな。で、ちょっとね、裏返したものをね、見たいと思うんですけど、ちょっとその前にちょっと裏も紹介しようかな。その前にちょっと裏側も紹介しておくと、こんな感じです。一切無駄な感じがないね。で、僕は結構、こういうグレーとか、ネイビーとかブラックとかベーシックトーンがやっぱり好きで、ノームコアって言ったらあれだけど、なんかこう溶け込む感じなんですよね。目立たない地味な男っていうかね。そういう感じなんで、この色は結構大好きですね。はい。で、ちょっと裏返してみたいと思います。はい、裏返してみました。和歌山県の和田メリアスさんの釣り裏家を使用しているっていうね。もうなんかさ、もうこれだけで裏でも切れそうでしょ、これ。裏でも切れそうなぐらいの、なんていうかな、この質感の良さっていうか、で、この組んでるところもね、無駄なものが一切ないんですよね。美しいんですよね。縫い目が。このリブ周り、首周りも、すごく美しいです。で、これまたちょっとね、洗って、質感が出てくるのが楽しみですね。はい。ディティールはこんな感じになっています。それでは再び着用の様子を見ていきましょう。モデルは身長170センチ、体重55キロのエクストリームミニマリスト、ヨギ。これも S サイズです、着用は。ちょっとね、袖が余ってる感じはするんですけど、かなりジャストフィットですね。間違いないと思います。リラックス感のあるシルエットではあるんですけど、目が詰まってるので、多分寒い季節もね、そんなに風を通さない気もしますね。外の光でトータルコーディネートを見てみましょう。シンプルで飽きのこないシルエット。大人っぽく、そして子供っぽく、そしてミニマリストっぽく。ちょっと変質者に見えているのは、この服のせいではありません。私のせいです。はい、ということで紹介は以上になります。で、担当の方からね、ちょっとワンポイントっていうか tips いただいたんですけど、これ本当に着心地がいいので、中にインナーとか下着を着ずに、そのまま着てもいいって言ってくださったんですよ。で、実際に、僕今もうこの、肌っていうか、裸で着てんですけど、むちゃくちゃ気持ちいいです。はい。それくらいね、肌馴染みがいいし、全然もうこれだけでいけるって感じですね。はい。ちょっとね、今年の冬はっていうか、これからの季節は、僕もう服持ってないんでね、本当に、もうずっとこれをリピートして着ることになると思います。で、実際に、やっぱりこう着ていくと、いろんなその風合いが出てきたりとか、その服の作りの良さっていうのが実感できてきたりするんで、やっぱね、長く着てみて、どうかっていうのをね、確かめていきたいと思います。まだこれが着始めて僕まだ1週間ぐらいなんで、ちょっとね、これから先にね、長く着てって、また今後の動画でも多分着てるところが出てくると思いますけど、
まあそういうとこでもね、なんか、また新たな気づきがあれば共有していきたいと思います。はい。で、ぜひ、この秋冬、これからのワードローブ、ミニマリストのワードローブ探している方はね、概要欄にリンク貼ってますので、そちらからチェックしてみてください。はい。後悔しないと思います。本当に。はい。今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。バイバイ。